皆さんこんにちは、ゆうです。で、今日はね、僕の悩みをね、皆さんにお話ししようと思っていて、で、僕のね、YouTube ってチャンネル登録者が4万7千人ぐらいいるのかな。だけど、視聴者っていうのはそんなに多くはないのかなと思ってて、チャンネル登録はしてくれてるんだけど、見てないっていう人がね、かなり多いんじゃないかなって思うんですよね。だいたい僕の平均再生数って3000回とか、4000回ぐらいなのかなって思うんだけど、でこれは YouTube をやっている人からすると、決して多くはない。だから僕のチャンネルっていうのは、正直そんなに人気ではないと思っています。もちろんね、僕の努力も足りてないと思うんだけど、なかなかね、YouTube の撮影にお金とかを回すほどの余裕がなくて、皆さんが期待するような面白いコンテンツっていうのがね、なかなか撮れてないような状況です。それで僕はチャンネルメンバーシップっていうのを始めたんだけど、ライブ配信をしてる時にチャンネルメンバーシップの告知をしたら、数人がね、チャンネルメンバーシップの登録してくれたんですよ。でそれはね、本当に僕は嬉しくて、チャンネルメンバーシップを登録すると、星のね、マークがつくんですよ。皆さんのアカウントに。でそれで皆さんがコメントすると、メンバーシップの方がコメントしてくれたんだっていうことがすぐにわかるようになってるから、コメント読みやすいんですよ。だからコメントも返事しやすくて、すごく助かっています。すごくいい機能だなと思っています。で、もちろんチャンネルメンバーシップってお金がかかることだし、皆さんも皆さんの生活があるから、だから難しいっていうのはね、すごい分かってます。それでも、もし皆さんが僕のことをチャンネルメンバーシップという形でサポートしてくれたら、とても嬉しいなと思っています。で、今チャンネルメンバーシップの特典はどんなものなのかっていうと、ライブ配信のアーカイブを見ることができるので、なのでライブ配信を見逃した場合でもライブ配信を見ることができます。で一応ライブ配信の頻度は週に1、2回できればいいなと思ってたんですけど、今のところ月に数回になっちゃっています。だいたいライブ配信はね、1時間ぐらいやってるんですけど、一応もう少ししたら仕事が落ち着き始めるかなと思うので、またライブ配信をしようかなと思っています。であとはやっぱり皆さんのコメントを見やすいっていう意味で、チャンネルメンバーシップの方には特典があるのかなと思うので、ぜひ検討してください。で、チャンネルメンバーシップの告知になってしまってごめんなさい。で、あと今年僕12月末ぐらいまでにウェブサイトを立ち上げようと思っています。で、そのウェブサイトでは、僕の撮影した写真を皆さんのお家の壁に飾れるようなものを用意しようかなと思ってるので、それを販売しようかなと思っていて、それがね、皆さんのお家に飾ってもらえたら本当に嬉しいなと思っていて、で、まだね、ホームページは準備できていないんですけど、事前に少し告知しておこうかなと思って、一応僕の中で考えてるのは、皆さんのお家に飾ってもらえるような写真を用意するっていうのと、あとは僕の直筆のお手紙と、あとはサインももちろん書いて、で、その時の写真を撮った状況とかもね、皆さんにお伝えできるようなものを用意しておこうかなと思っています。で、本当にそれは僕にとってずっとやりたかったことで、本当はね、去年の年末に用意したかったんだけど、なかなかできなかったので、なのでちょっと高いんですけど、ウェブサイトを作るためのお金を支払って、ウェブサイトを制作しようと思っています。で、その計画が少しずつ進んできているので、年末までには皆さんにお見せできるんじゃないかなと思っています。皆さんぜひ楽しみにしてください。あとね、僕自身の、これは悩みなんですけど、僕レベル低いなと思って。海外のすごいトップのクリエイターと比べると、自分のレベルって本当に低いなと思って、最近すごくね、ショックを受けてました。僕って人気ないな、僕ってレベル低いなって思ってたことが、すごい最近ショックだったっていうことで落ち込んでいました。
僕は結構朝早くスターバックスとかで作業することが多いんだけど、でその時にね、一つね、海外のオーストラリアのクリエイターの動画を見たんですよ。でそのクリエイターの編集スキルが本当にすごくて、本当にレベル高かった。で僕はこの数年間何をやってたんだろうっていうぐらい自分の中では満足できるレベルにいなくて、それがね本当に自分を追い込んでしまいました。もちろん自分の中で解決策っていうのはあって、勉強するだけ、経験するだけ、たくさんスキルを磨くだけ、それだけなの。だけど日本のレベルと海外のレベルって、正直日本のレベルは話にならないぐらい海外のクリエイターのレベルって高くて、でやっぱ海外の人たちのチュートリアルとかさ、そういうのって全部英語だから、全部をね理解するのが難しいんですよそれにやっぱりそういう情報ってなかなかね無料で発信することってないですよね。で有料でも発信したくないっていう人がやっぱほとんどなので、自分の中でこれどうやって編集してるんだろうな、これはこの機能とこの機能の組み合わせかなとか、このエフェクトかなとか、自分の中で探さなきゃいけないことが結構あって、でそれがすごい難しいんですよね。で実は僕はそんなにクリエイターの友達って多くなくて、でもちろん友達はいるんですけど、編集とかにあんまりこだわりがないクリエイターさんとか、あとは独自のスタイルで編集している方とかもいるし、ものすごく編集にこだわってるクリエイターっていう友達を僕はそんなにいないので、なので、彼らと一緒に話して、これやりたいねとか、そういう風に話せるクリエイターの仲間はいないんですよ。だからやっぱり自分がスキルを身につけなければいけないなと思っていて、でやっぱりその映像を作るっていう段階では、ディレクターさんだとか、あとは演者だとか、あとは音声だとか照明だとか、あとはエディターとかね、ほんといろんな人たちで分かれてチームになってやるのがほとんどだと思うんですけど、僕の場合はだいたい全ての工程を一人でやっているので、なので全ての工程についてトップのレベルを持ってるかっていうと全然そんなことはなくて、というかいろんなことにおいてね、トップのレベルを持ってるわけでは自分ではないと思ってるので、なので少しずつねいろんなことにおいて自分のレベルを高めていく必要があるんじゃないかなと思っています。でそのためにどうするのかっていうと、やっぱり一番早いのは毎朝めっちゃ早く起きてもう本当に勉強しまくる、それだけかなと思っています。でもちろん僕本当に最近仕事が忙しいので、仕事の合間に勉強するっていうのがすごい大変なんだけども、でもやっぱりそこは言い訳できないかなと思うので、来年の自分をもっともっと良くしたい、もっともっと自分は変わりたいって思うのであれば動くしかないのかなと思っています。で本当はね英語勉強したりとかいろんな勉強したいんだけど本当にいろんなことたくさんやっちゃうと手が回らなくなってしまうっていうのも生きてて思うから、だからクリエイターとして成長する、クリエイターとしての能力を高めるっていうことにフォーカスして頑張っていこうかなって思っています。で本当に自分の中で今すごい悩みが、自信がね持てなかったっていうことなんですよね。それは自分自身にっていうよりは、自分のスキルと、あとは自分のインスタグラム、YouTube、TikTok でそのアカウントの人気度合いあんまり人気じゃないなっていうふうに思ってて、他の人たちと比べると、クリエイターとしてのレベルがまだまだ高くないなって思っているし、そこがね自分をやっぱ追い込んでしまった。だからそれを変えるためにもっともっと自己研鑽してやっていきたいと思っています。でまたねちょっと海外向けとかだけじゃなくて日本向けのチャンネルとかも作って、もっと日本人の人にも僕のことをね知ってもらえるように頑張っていこうかなって思っています。なので今年もうすぐ終わりかもしれない。今もう9月だからあと数ヶ月で今年は終わりだけれど、でも今年できることっていうのを少しずつ積み上げていって、で来年も成長できるように頑張っていこうかなって思ってます。なんかね今回の動画は、僕の悩みとかね、あとは、メンバーシップとかね皆さんにお願いしたりだとか、
皆さんにとってはあんま面白くない動画だったんじゃないかなって思います。ただ僕の思ってることっていうのを素直に伝えたくて皆さんにこのお話をしました。で皆さんが僕のことをねこれからも応援してくれたら本当に嬉しいなって思っています。今後も引き続き僕の動画を見てくれたらとても嬉しいです。ではまた次のビデオでお会いしましょう。ではまた。